みなさん、こんにちは。今日は、コインロッカーについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本では、駅やバスターミナル、地下街、デパート、商店街の中などにコインロッカーがあり、気軽に荷物を預けられます。海外にもコインロッカーはありますが、日本のようにあちこちにコインロッカーがある国はあまり多くないようです。コインロッカーの利用料金は大きさによって違います。デイパックぐらいの大きさが入る小さいサイズのロッカーはだいたい300から400円ぐらい。スーツケースが入る大型のロッカーは600から1000円ぐらいです。コイン式のものは100円玉を使います。最近ではキーレス式のロッカーも増えてきました。鍵は暗証番号式になっていて、操作パネルのところに行って料金を払い、鍵を閉めてレシートを受け取ります。開けるときは、レシートに書かれた番号を入力して開けます。交通系 IC カードで料金を支払うものもあり、その場合は閉めるときと開けるときに同じカードをタッチすることで、鍵を使わないでロッカーを開閉することができます。コインロッカーは24時間利用可能なものもありますが、設置されている場所によっては、出し入れできる時間が限られていることもありますので、注意しましょう。日本では、駅やバスターミナル、地下街、デパート、商店街の中などにコインロッカーがあり、気軽に荷物を預けられます。海外にもコインロッカーはありますが、日本のようにあちこちにコインロッカーがある国はあまり多くないようです。コインロッカーの利用料金は大きさによって違います。デイパックぐらいの大きさが入る小さいサイズのロッカーはだいたい300から400円ぐらい。スーツケースが入る大型のロッカーは600から1000円ぐらいです。コイン式のものは100円玉を使います。最近ではキーレス式のロッカーも増えてきました。鍵は暗証番号式になっていて、操作パネルのところに行って料金を払い、鍵を閉めてレシートを受け取ります。開けるときは、レシートに書かれた番号を入力して開けます。交通系 IC カードで料金を支払うものもあり、その場合は閉めるときと開けるときに同じカードをタッチすることで、鍵を使わないでロッカーを開閉することができます。コインロッカーは24時間利用可能なものもありますが、設置されている場所によっては、出し入れできる時間が限られていることもありますので、注意しましょう。